にちは。もうだもん。今日もお肉を楽しく勉強していくからよろしくな。今回はいよいよお肉の基礎編。牛肉の部位を数回に分けてたくさん解説していくんだもん。気になる部位を要チェックしてくれだもん。お肉を勉強して憧れのお肉博士になるもん。まずはじめに、スーパーや飲食店で食べられる牛は一頭の牛をさまざまなパーツに切り分けて売られているのを知ってるかも。大きく分けると、頭から取れる部位、背中側にあるロースと呼ばれる部位、腕の部位、バラの部位、ももの部位があるんだもん。これらの部位はさらに食べやすく細かくパーツ分けされて、それぞれに名前が付けられて売られているんだもん。肉では早速、頭から取れる部位について説明していくもん。頭から取れるのはタンと頬肉、それから頭と肩をつなぐネックがあるんだもん。その中でも牛タンは焼肉屋さんでもよく食べられるから有名だよね。牛1頭から1本、だいたい1、2キロ程度しか取れない人気の部位で、一番柔らかくて肉厚の部分がタンの根元の部分でタン元と呼ばれてるもん。主にスライスされて焼肉やステーキに使われているんだもん。それ以外のタン先やタン下はそのまま食べると少し硬いので煮込み料理に使われたりすることが多いもん。噛む時の弾力が癖になる美味しい部位だよね。次に、牛のほっぺたにあたる頬肉は1頭の牛から1、2キロしか取れない柔らかい肉質が特徴の部位。脂も適度に乗っているからスープや煮込み料理に好まれる部位なんだもん。別名でつらみという呼ばれ方もしているもん。そして頭と肩をつなぐ牛の首にあたる部位はネックと呼ばれているもん。重たい頭を常に支えているため脂肪が少なく赤身の多い固めの肉質が特徴。やや筋も多いからこちらも加工されスープや煮込み料理によく使われているもん。じっくり煮ることでコクとうまみを余すことなく味わえるんだもん。次のパートはネックにつながっているロースとヒレの部位の説明なんだもん。まず最初にロースを紹介していくもん。ロースというのはネックの後ろから牛のお尻の手前あたりまでのとても脂のよく乗った部分を指す名称なんだもん。このロース全体をさらに3つに分けて、頭側に近い先端にあたる部位を肩ロース、真ん中をリブロース、最後にサーロインと呼び分けているんだもん。肩ロースの特徴はロース以外の部位と比べて柔らかく適度に脂肪が乗っていること。焼肉でも有名な座布団もこの部位から取れるもん。厚切りから薄切りまで幅広い料理の利用に向いているからとても需要があるんだもん。すき焼きやしゃぶしゃぶで食べるのがおすすめだもん。リブロースは肩ロースとサーロインの間。先ほど紹介した肩ロースに特徴は近いけど肩ロースよりもさらに霜降りが多く肉質も優れているのでステーキなど厚めに切って味わってみるといいもん。そしてロースの中でも一番高級な部位として有名なのがサーロインステーキといえば言わずと知れたステーキ屋さんで最も人気がある部位だよね。ロインというのは英語で腰を意にしていて、その前についたサーという単語は昔フランスの王様がその美味しさをたたえナイトの称号サーを与えたという逸話が由来していると言われているんだもん。牛肉の部位の中で一番美しい霜降りが入り、食べた瞬間にとろけるような柔らかさが味わえるもん。お肉好きのみんなの中でもしまだ食べたことのない人は絶対一度は食べてほしいもん。お肉の世界観が変わるかもしれないぞもん。牛ヒレ肉はサーロインの下側のやや内側にある部位。一頭の牛から 1% から 2% しか取れないほど希少な部位なんだもん。そしてキメの細かい上質な赤身肉である真ん中の部分は別名シャートーブリアンとも呼ばれている牛肉で一番高価な部位だもん。フランス革命の頃に美食家として有名だった貴族の名前がこのお肉の名前の由来になっていて、ロースより赤身肉が好きな人が多いヨーロッパでは絶大な人気があるもん。赤身肉は焼くと通常硬くなるのが普通だけどヒレ肉だけは別格の柔らかさだもん。ロースとはまた違う極上の柔らかさが味わえるもん。ここまで一緒に勉強をしてくれてありがとうだもん。今回は牛肉の部位解説前編。牛肉の頭の部位とロースとヒレを紹介したんだもん。簡単にまとめてみると頭の部位の中から取れるのがタンと頬、ネックなんだもん。ロースとは
牛肉の背中あたりを指す部位で肩ロース、リブロース、サーロインの3つに分かれるんだもん。ヒレはロースの内側にある部位で牛1頭から 1、2% しか取れないすごく貴重なお肉だもん。円錐型をしたヒレ肉の真ん中部分だけがシャトーブリアンと呼ばれるんだもん。ここまでの復習は大丈夫だよね。次回のお肉講義では牛肉の腕とバラの部位を紹介していく予定なんだもん。また一緒に勉強していくもん。それじゃバイバイだもん。